こんにちは。今回は 3D プリンターで印刷できる2段階ロック式のバイオネット機構を作ってみます。ネジを使わずにカチッと固定できて長さも調整できる仕組みです。フリーキャドで実際に作ってみましょう。今回のポイントは円柱の側面にバイオネット用の溝形状を作るところです。フリーキャドの標準機能だけでも作れますが、今回はカーブスワークベンチのスケッチオンサーフェイスを使います。平面で描いた展開図を円柱の側面にそのまま貼り付けられるので一番直感的に作れます。まずは溝の展開図となるスケッチを見てみましょう。一番左の縦線がパーツを差し込む最初の入り口です。ここから 20mm スライドさせると1段目のロック位置に到達します。ここで 20mm 分円柱をねじるとロックの手前にある 2mm の段差にぶつかります。ここの 2mm の段差を乗り越えることでカチッとロックされる仕組みです。ロック部分の幅は 4mm で、今回は直径 4mm の球体の突起がここにはまります。2段目は円柱側面を 40mm スライドします。1段目と同様に 20mm ねじってロックする仕組みです。このスケッチをスケッチオンサーフェイスで円柱の側面に貼り付けて、その線をカスにして円形の形状でスイープしてブーリアンカットします。あとは組み合わせる側の球体の突起がついた円筒をブーリアン結合で作れば完成です。作り方のざっくりした流れは以上です。一般的なバイオネット機構は四角い溝が多いです。今回は 3D プリンターでサポートなしでも綺麗に印刷できるように、あえて断面を円形に突起を球体に設計しています。溝の幅の基準は 4mm ですが、後でクリアランスの設定やフリーキャドの計算エラーを回避するためのちょっとしたコツも紹介します。では流れが分かったところで早速操作に入りましょう。まずは下準備です。グループを追加してその中にバーセットを定義します。クリアランス 0.3mm、 円柱の半径 15mm、 溝の半径 2mm、 円筒の壁の厚み 2mm。 今回はこの4項目をざっと変数定義します。続いて円柱を追加します。円柱のサイズを設定します。円柱の半径はバーセットで定義した円柱半径を設定します。高さは 70mm とします。この円柱の側面にカーブスワークベンチのスケッチオンサーフェイスでスケッチを作成していきます。ではカーブスワークベンチを開いてください。円柱側面を選択してスケッチオンサーフェイスアイコンをクリックします。モデルツリーに追加されたスケッチオンサーフェイスのスケッチオブジェクトを開きます。まずは溝を掘る部分の開始位置を決めて補助点を配置します。 X 軸上であればどこでも良いのですが、円柱上面から見て Y 軸になる部分に合わせたいと思います。円柱を展開した時の幅は 2πr なので、その4分の1の 1x イコール 2πr 割る 4y イコール0を基準点にします。この補助点を基準点として縦方向の溝部分となる 40mm の線を描きます。次に1段目の横の線 20mm を描きます。縦横の位置を寸法高速で揃えます。特段必須ではありませんが、スイープ時に形状が途切れないよう余裕を持たせて 2mm ほど外側に延長しています。続いてロック位置の 4mm の線を描きます。ロック手前の 2mm の段差はバーセットの溝の半径の値で寸法高速します。ロック位置の 4mm の線はバーセットの溝の半径 ×2 の値を設定します。これで1段目の横線は完成です。続いて2段目の横線を作図します。1段目と同じですので早送りで飛ばします。これで完成です。ではスケッチを閉じます。
円柱の側面を見てください。スケッチで描いた線が張り付いているのがわかります。ではこの線の溝形状となる円スケッチを作成します。一旦パートワークベンチに戻ります。ではまず線を選択します。続いて線の端点を選択します。スケッチアイコンをクリックします。アタッチ方法はプレネ NB とします。これで線の端点位置に垂直なスケッチ平面が作成されました。では溝の形となる円を描きましょう。スケッチの原点位置を中心として適当なサイズで円を描きます。円の直径を変数で定義した溝の半径 ×2 とします。この円スケッチを使って溝を作ります。では他の線も同様に端点位置に円スケッチを作成します。方法は全て同じですので早送りで飛ばします。これで全ての線に対して円スケッチを作成しました。ではスイープアイコンをクリックしてください。円スケッチを選択します。スイープの経路を選択します。 OK ボタンで閉じると円形状が線に沿ってスイープされているのがわかります。では他の線も同様にスイープで円の形状を作成してください。方法は同じなので早送りで進めます。これで円形状のスイープが一通り完了しました。ではスイープをまとめてブーリアン結合をします。スイープが一つのフュージョンオブジェクトにまとまりました。さてここでチェックジオメトリーで形状を確認してみましょう。はい、フリーキャドあるあるのエラーが出ています。これは円形状同士が接して厚みゼロの面ができると BREP が破綻するためです。いわゆるゼロ厚エラー、ゼロクリアランスエラーと呼ばれる現象です。解決するには同じサイズの円形状じゃなくすれば OK です。では今一度円形状が交差している元境の縦線部分の円スケッチを開いてください。円の直径サイズをちょっとだけ変えます。 0.01mm だけ足してください。さてこれでもう一度スイープをブーリアン結合してみましょう。見た目は変わりませんね。ではチェックジオメトリーを実行してください。はい、この通りエラーがなくなりました。見た目が問題なくても内部が壊れていることがありますのでこまめにチェックジオメトリーで確認してください。では円柱からこのフュージョンオブジェクトを切り取ります。円柱とフュージョンを選択してブーリアンカットを実行してください。これで円柱に溝ができました。念のためチェックジオメトリーで確認します。エラーは出てませんね。あとは仕上げです。ロック1手前の 2mm の段差ですがちゃんと段差を乗り越えられるように面取りで形状を斜面にします。段差のエッジ2本を選択して面取りを実行します。ここでは長さを 0.98mm にしました。1mm だと内部でゼロ圧が発生するためほんの少し短くします。2段目も同様に面取りを行います。これで溝側の円柱形状は完成です。続いて溝付き円柱に組み合わせる突起側の円筒を作成します。円筒を追加してください。外側の半径はバーセットの円柱半径足す壁圧とします。内側の半径はバーセットの円柱半径足すクリアランスとします。高さは 70mm とします。次に球体を円筒の内壁に配置します。球体を追加してください。では球体の半径を設定します。バーセットの溝半径マイナスクリアランスを設定してください。あとは球体を円筒の内壁へ配置する位置を調整します。Y 座標が 15mm、
G 座標が 66mm と設定しました。あとは球体と円筒をブーリアン結合して完成です。これで溝側の円柱形状と突起側の円筒形状両方完成です。いかがでしたでしょうか？バイオネット構造は簡単に分解できて、ネジと違って振動で緩んだりせず、強く締めすぎてもネジ山がちぎれたりしないのが特徴です。そして何よりカチッとした手応えが気持ちいいです。ぜひご自身で作ってみて 3D プリンターの作品の幅を広げてみてください。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。